はい、皆さんおはようございます。眼神経の処方のライブ配信をやっていきたいと思います。今日は実際にお手元に書いてる様子映しながらやっていきますので、見ながらっていう自分も書くっていうスタイルでもいいですし、ただ目習いをするだけというスタイルで受講いただいても、構いませんので、最後までお付き合いいただけると嬉しいなと思います。書道の参考っていうと、もう何のことか皆さん言えますかね？高身長、高収入、高学歴ではありません。参考とは採鉄文庫、採白文庫、惣菜文庫ですね。この3つはもう必ず言えるようにしておいた方がいいレベルで、どの、参考もとっても有名。特に採鉄文庫と惣菜文庫がもう群を抜いてめちゃめちゃ有名なので、この2つだけでも必ず覚えておくようにしましょう。で、その2つが実際に今私の手元にあります。まず私がもうめちゃめちゃみんなに推したいのは採鉄文庫、参考のうちの一つ、採鉄文庫ですね。で、これなんでおすすめかっていうと、親戚本だからなんです。親戚本、本当に眼神経が書いた筆跡だよっていうこと。写しとかじゃないんです。で、唐の時代のもので親戚が残ってるってマジで貴重なんですよ。めちゃめちゃレアです。この古典を学ぶと何がいいのか。まず一つ目、懐の広さです。この次っていう字とか見てみても、辺と作りの間めちゃめちゃ広いと思いません？こういう風に余白を抱え込むような字のスタイルが特徴的なので、そういった意味での懐の広さっていうのが学べますよってことですね。あとは文字の重厚感。眼神経の書ってほんと重厚ですよね。3つ目が字の活気です。活気がいい字を書くってすごい大事なことですよね。これも学べるし。で、4つ目、生き生きとしたリズムが学べます。単調に筆を進めるんじゃなくって、気持ちを乗せてグッグッっていう粘りをつけて書いていくリズムっていうのが学べるんですね。あとは変化に富んだ字形。もうどれ一つとして同じような形のものがなくって、めちゃくちゃ細い太いもすごいし、大小もすごいし、変化に富んでるっていうところも学べます。じゃあ実際書いていきますよ。始まりすごい太いの分かりますか？このぐらい筆力充実してます。次は細く、だんだんこんな感じで細くなっていって分かりますね。で、最初また細いです。で、また重厚に。これ昨日やったの覚えてますか？軽重変化させましょうっていうのはまさにもう最初から出てきますよね。重たいところ対比して軽いところも対比して、さすが眼神経です。次、感。感。粘りのある鉛筆ですよね。次、眼。力強。なんかこの左払いが一切力を抜かないで沈めたまんま引くっていうこの重厚さに対してやっぱ明るいところしっかり取ってますよね。両方できてるのがやっぱすごい大事だと思います。次、また同じ眼っていう字が出るんですけど、前の字とやっぱ変化してますよね。最初の眼はこうやって突き当たって戻っていくっていうのに対して、次に出てくる眼は収筆がこんな感じで、よく縦線で中方で引き抜いていく剣心っていう筆使いに近いような、なんか払うんでもないし止めるんでもない、ちょうど適度な感じで抜いてますよね。で、次。ここの部分の跳ね方も最初の跳ね方とはちょっと違います。最初は少し勢いを持って息の長い感じの表情をするんですけど、次の跳ねについてはちょっと力を蓄えた上で跳ねているっていう、この跳ねの性質の違いとかも見事ですよね。で、最後、念。これめっちゃ特徴的です。筆圧が最大限にかかっている縦線っていうところがすごく魅力的。この辺りはふくよかな線で書き進めていって、で、この横角から縦角に移る時の起筆の入れ方ですね。これがめちゃくちゃ肝心で、ちょっと上にコツンって当てるようにして筆開いて一気に引き抜く。こんな感じの筆使い。超スピードに乗せていただきたいんです、ここは。素早く、大胆に振り下ろす。このぐらいのリズム。粘りも意識です。ただ速いだけじゃダメ。これダメ。こうです。粘りが必ずあるようにする。これが眼神経の重厚な線の特徴かなというふうに思います。
なんかここの部分、これ先書いてる？ちょっと待ってくださいね。今もう一回書いてみます、これ。これ先書いてるかも。こうかもしんないですね。どういう書き順かは書いた本人しかわからないのであれなんですけど、私には今こういう風に書いて写ったので、でもこれも意外な書き順じゃないですか。普通見ない書き順ですよね。書き順を変えてより簡潔にするってやり方ですよね。この気脈が貫通するような書き順に変えるっていうのを眼神経やりましたよね。次、懐の広いやつ来ました。これめっちゃ特徴的ですよね。もういろんな字で出てくるんですけど、本当に余白を抱え込んでいくわけです。で、なんでこんなに話してもちゃんと一文字のまとまり感が出るのかっていうと、お互いがお互いを意識してる字形になってるから、例えば眼神経の字形で言うと構成っていうことがそれに当たると思います。ちょっとこう向かい合うように書くものを構成って呼びますよね。辺と作りが響き合うようにちゃんと書いているみたいなところが、空気をたくさん含んでもバラバラに散らないコツなのかなっていう感じはしますよね。あとここですね、ことの部分。ここの縦線の筆使いをちょっとお見せしたいなと思ってます。相当センスのいい方はもう初め見た時からすごいって感じると思うんですけど、多分ほとんどの方はぐちゃぐちゃじゃんとかそんな感じかなと思うんです。私も最初そうだったんで、すごいその気持ちは共感なんですけど、でもそういうこのことでさえもこういうところがぐちゃぐちゃってして見えますよね。こういうところでさえもやっぱ技が入っていて、これ昨日やりましたね。ここの部分が縦に下ろさない、このカッコのところを省略することによって、左に流しちゃうことによって簡潔に見せるっていう技なんですね。決してごちゃごちゃにしてるわけではなくって、ちゃんと意識をしてやっているっていうことです。で、このすっきりとさせる技法によって周りの余白が引き立ったりとかバランスが取れていきますよっていう。で、ここの縦線の筆使いはこれ丸い筆って書いて鉛筆ですね。この筆使いっていうのは篆書に由来するものなんですね。やっぱり篆書をやってる人の方が採鉄文庫を臨書するのはうまいのかなっていう風に感じます。なのでぜひですね、合わせて篆書を学ぶといいのかなっていう。鉛筆の筆使いっていうのは縦線、こういう風に引き抜いていく動作っていうのは変わらないんですけれども、こう軽く増法することによって筆先が線の真ん中を通ること、これ自体を鉛筆って言うんですよ。眼神経の採鉄文庫はほぼ中法の認識でいいです。別の言葉で言うと今言った鉛筆の筆使いで書いていい、まろやかにする、篆書のまろやかさを備えるってことですよね。それをやっていくようにすると、自然とこの丸みっていうのが生じます。運であるとか、ここの車であるとか、どの縦線を見ても右に少し膨らみがついていると思いませんか？これは篆書の技法によるものです。起筆で反発を使っているからこそ自然と生み出される右への膨らみなんですね。これは意識的に行うものでは全くなくって、反発を効かせた結果なんです。たわみを最大限に生かすっていうことをした上でのこのふくよかさ、右への膨らみっていうのが出るようにしてみてください。次、検診の話しましょうかね。ここの部分は本当検診の筆使い、穂先がだんだん細くなって抜けていくっていうやつ、検診って言いますよね。検診、最後針のように尖って抜けていきますよって筆使いが検診なんですけど、こういう検診の筆使いも要所要所にいっぱい出てくるのが採鉄文庫です。こういう風に真ん中は膨らむんですけど、後半はめっちゃ細くなって抜けていくよみたいな。この検診の筆使いのものはどちらかというと、さっきのことみたいに緩やかに左に流していくものに比べると、すごく毛の厚みと弾力を感じやすい筆使いになります。なので検診の筆使いだなって思ったら、必ず毛のたわみを利用して弾力に富んだ筆使い、筆致になるように心がけることが大事かなっていうふうに思いますね。